こんにちは、デザインドリップです。今回は早くて簡単な髪の毛の切り抜き方法を紹介したいと思います。はい、それでは始めていきます。まずはじめにこちらの自動洗濯ツールを選択してください。で、右上の洗濯とマスクをクリックするとこのような画面になりますので、被写体を選択にチェックを入れます。そうするともうあらかたいい感じに切り抜いてくれます。さらに髪の毛を調整のボタンを押すと髪の毛を調整してくれます。で、こちらからさらに調整を重ねていきたいと思います。ちょっと拡大してみます。で、こちらの調整モード、自動ではオブジェクトに応じたとなっているんですが、今回は背景色に応じたの方が自然になるので、こちらを選択します。で、さらに下の方にある不要なカラーの除去、こちらにはチェックを入れた方がいいです。こちらにチェックを入れるとより自然に髪の毛を切り抜いてくれます。さらに拡大をするとこちらの方が切り抜かれていないのがわかるので、こちらを切り取っていきます。左側にあるブラシの上から2番目、境界線調整ブラシツール、こちらを持ちます。で、適当な大きさにしてこちらをこういう風にいい感じになぞっていきます。そうすると自動で調整してくれるのでとっても便利です。で、こちらで切り抜かれていないところの除去ができました。さらにチェックをしてこちらの下の方ちょっとギザギザになっているので調整をしたいと思います。今度は上から3つ目の普通のブラシツールを持ちます。で、こちらのマイナスにチェックを入れます。マイナスにチェックを入れるといらないところを消してくれます。で、ブラシのサイズを適当なサイズに調整してなぞります。ちなみにオプションとコントロールを押したまま左右にマウスを動かすとこのようにブラシの大きさを調整することができます。上下だと柔らかさ、硬さですね。ブラシの硬さを調整できます。で、ちょっと小さくして細かいところをちょっとやっていきます。はい。で、他のところもチェックして今度はこちらの部分が欠けているのでプラスマークを押してなぞっていきます。そうすると消えてしまった部分が出てきます。こんな感じで調整していきます。はい、ちなみにこちらの表示モードなんですが、オニオンスキンにするとこのように背景が透明になるんですが、点線になるとこのように選択範囲が作られて、オーバーレイにすると赤いマスクがかけられてより、分かりやすくなります。他に黒字などいろいろあるのでお好みのものを試してみてください。自分はこのオニオンスキンがやりやすいのでこちらを使います。で、こちらで調整できたら出力先も自動で新規レイヤーマスクありが選択されていると思うのでそちらで OK をします。そうするとこのようにレイヤーマスクがつきます。Photoshop が進化して髪の毛を調整するツールがついたことで非常に簡単に切り抜けるようになったので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。